N ズ家庭菜園の中村です。今日から6月に入りまして、畑の様子をちょっとチェックしに来ました。台風が近づいているっていうことと、もう一つは、雨がですね、パラパラ、毎日のように降ってますので、あまり作業的なことはできてませんので、今、この畑の様子を少し映していきたいなと思っています。自然栽培で自然農、いろんな言い方があると思うんですけど、その自然農をやるときにどう言ったらいいのかな、私たちの考え方の自然農、自然栽培っていうものは、化学肥料を上げない、またね、化学的な農薬は一切使わない。で、私たちが、志しているのは、なるべく家でも、残飯っていうか、ゴミを少なくしたいっていうのが一番の目標なんですね。で、ビニールマルチをやめたのもその一つです。ゴミを少なくしたいっていうことから、そして、自然栽培と自然の違いっていうのは私たちはあまりよくわかりません。不耕起、耕さずにやるのが自然農っていう人もいますし、いろいろです。ですけど私たちは、私たちが食べるものに対して、口に入れるものに対していいものを食べたいっていうだけのことでやっています。もう約4年近く、このところで、自然栽培を始めました。で、その中で最初の方はやっぱりその化学肥料を少し使ったりもしたんですね。だけどあんまり使いませんでした。少し使ったっていう言い方が正しいかな。最初のところで、その3年4年経ってから私たちが気がついているのは、自然農に切り替えるとき、やはり化学肥料が上回っていたところっていうのは、ちょっとやばいかなと。その化学肥料が抜けるまで、苦労しています。虫も多くなりますし、順番ですよね。化学肥料を上げれば虫も増える。虫が増えるから農薬を出す。そんなような感じのことが多いと思います。でね、私たちとしては自然の栽培をして自然の循環の中で、育つ、野菜っていうのを見てきて、これが本物の方法じゃないかな。例えてはボディービルディングをしたりいろいろする人もいます。で、ボディービルディングを例えては機械だけでやってる人、またはサプリメントだけでやってる人、いろんな人がいると思います。確かにそれも筋肉もりもりになって素晴らしいことです。同じように野菜も、サプリメント、そういう、栄養剤をあげれば当然大きくなります。で、農協とかそういうところではそういう、栄養剤を欲しています。それが売れるからですね。で、それだけじゃなくて、綺麗な形のものができますし、栄養素とかそういうのはあんまり関係ないようで、見た目で買う人が多いから、そういうのにしていく。で、自然栽培をやって私たちが気がついたことは、その土地に合わないっていうのがあるなっていうのを気がついています。例えてはトウモロコシ。トウモロコシなんかは、肥料をいっぱいあげた方がいい。キュウリとか、そういうのも肥料をいっぱいあげて、水をいっぱいあげた方がいい。私たちのこの土地は水がありません。雨が降れば、その雨で私たちは恩恵を預かっているわけなんですけど、水がないっていうのは大変です。で、水をなるべく少なめに、育てようと思うと、野菜は育たないことがあります。同じように、レイズドベッドっていう形で私たちはやってみました。育つものと育たないものがいろんな種類が分かれます。それを今日は全体像ですけど、見ていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。この場所に合ったもの、合ってないものっていうのが見えてきたかなっていうことを見ていきたいと思っています。こちらは第1番目のレイズドベッドです。2番目、3番目と3つのレイズドベッドで私たちはやっていますが、今日は畑の全体を少し見ていきたいと思っています。で、第1番目のレイズドベッドでは自然に生えてきたシソですね。シソがあったり、パセリがね、もう花が咲いて
種が取れそうな感じになってますね。でイチゴが2種類のイチゴを植えてあるんですけど、非常に綺麗に育っています。ちょっと赤くなってるところも微妙にありますけど、これがイチゴの感じですね。イチゴは野イチゴっていうぐらいで、広がっていく方向にあるような感じがします。毎年毎年、結構取れてきてますので、うちとしては喜んでますね。で第2番目のレイズドベッドではいろいろ育ってましたが、すごかったのは、20日大根があまりにも大きくなったことっていうところと、赤しそとかいろんなものもまだこの中で育っています。見てください。大根のように見えますけど、これが20日大根だったはずなんですね。でこんな感じで大きくなって、今種取りのためにちょっと大きくさしています。でこの大きな葉っぱはごぼうですね。ごぼうが以前植えてあったごぼうが大きくなったようなところもあります。で、こちらがレタスですね。レタスとかサニーレタスとか、あとシソが点在してますし、このスイスチャーブっていうのが、結構このところでは増えています。毎週毎週ある程度取っていますので、あれですけど、雑草の中にいろいろなものがあるっていう状態で私たちはやっています。第3番目のレイズドベッドでは、これがデルですね。デオペコとかピクルスとかそういうのに使うデオですね。うちの娘たちもこれが好きなようで、ちょこちょこ持って帰るみたいです。そしてセージもちょこっとあったり、これがですね、すごい大きくなっていますけど、ルッコラですね。ルッコラがこんなに多くなるとは思いませんでした。でルッコラが前レモンバームって言ってたと思うんですけど、ルッコラでした。ルッコラがもうすぐ種が取れるかなっていうぐらい大きくなりましたので、こんな感じですね。でタイムとかいろいろこのところにありますけど、こんなような感じでね、もう刈り取っているところもいっぱいあります。これが第2番目のレイズドベッドの中の様子です。そして以前にもお話ししましたけど、ここにはごめんなさい、生姜が植えてあります。生姜をこの辺りにずっと植えてありまして、でここにはこのオクラを植えました。オクラが今こんな感じで、出てきています。でこの棟にも生姜が植えてありますけど、まだ生姜の形が見えてきませんね。この梅雨が終わったぐらいの時から、生姜が見えてくるかなと思っています。でサニーレタスがあったり、このところには、サラダビーツがあったり、いろいろします。こんな感じで、これがサラダビーツっていうものですね。でこちらがサニーレタスですよね。ちょこちょこ積んでるもんですから見えにくいですけど、でこちらが今、人参が少し大きくなっているのと、このバカでっかいのは菊芋だと思います。菊芋があったところに、自然的に増えてきます。でこのところにはフキがあったり、ちょこちょこラッキョウがあったり、いろいろなものが植わっています。でこのところには、ローズマリーがあったり、こちらにはごめんなさい、これはあれだね、この花名前がパッと出てこないから後から下に紹介しておきます。ピンク色と紫色のものがあります。で向こうがローズマリーですね。で私たちとしてはこのところに鈴なりのダイソーの鈴なりミニトマトとか、サンマルツァーノっていうのを植えてありますけど、
確かに栄養が十分じゃないために育ちが悪いように思います。しかしこれが夏になってくるとどっと生えてくることを分かっているもんですから、私たちはそのまんまで育っています。あと1ヶ月ぐらいすると収穫が始まるかなと思っていますね。で、このところではトウモロコシと枝豆を育てました。トウモロコシと枝豆なんですけど、結構きれいに枝豆の方はいっています。トウモロコシは自然栽培にはちょっと向かないかなと思いながら今見ているところです。で、このところはネットをしたままですけど、青汁ケールがこの辺に植わってまして、でここからがですね、青汁ケールではなくて、キャベツですね。キャベツがやっと巻き始めるところですね。ちょっと時間がかかりましたけど、巻き始めているところが見受けられます。で、先々週から先週植えた、向こうの棟にはケールですね。ちょっと縮れた形のケールがこんな感じで、だーっと植えてあります。で、一番こちらの方には千両2号っていうナスビも植えてありますけど、ちょっと植え始めた時期が遅かったせいか成長がちょっと止まってますね。まあこれから、が勝負になってくると思います。こちらの区画では私たちは里芋を植えてあります。まだ里芋がすごく小さいですけど、里芋の葉っぱがいくつか出てきてますから育つんじゃないかなと思ってますね。で、このところはですね、ちょっと私にはわからないものが植わっています。で、これがですね、ロゼラ。こんな感じでペットボトルの中に今入っちゃってますけど、こんな感じで今私たちは育っています。で、このところには菊芋が大量に出てきています。菊芋ですね。で、こちらにはですね、ヘチマなんですけど、ヘチマがちょっと成長が遅いように思いますけど、まあ去年もこんなようなことを言ってたっていう記録がありますから、まあなんとかヘチマが取れるんじゃないかなと思っています。で、段ボールがあったり、水が置いてあります。これはね、夏になってどうしても水が必要な時のための予備の水ですね。これがヘチマで、こちらではですね、アスパラガスが結構順調に育ちました。で、いくつか食べたんですけど、まあ新しくアスパラガスをこっちでも育っていますね。こんな感じでアスパラガスができてくるかなと。で、ところどころに今アスパラガスがある状態ですね。これも雑草と一緒にアスパラガスがあるっていう状態です。で、このところはですね、さつまいもを植えてあるんですけど、雑草とさつまいもが見分けがつかないですね。これがさつまいもですね。苗とかそういうのを買ったわけではなく、自家製の、苗を植えました。これもさつまいもですね。まあ2ヶ月ぐらい経った時にどんな風になっているかを見てみてください。さつまいもがところどころにあります。そしてあとはですね、もうあとどうだろう、 2,3 週間かかると思いますけど、じゃがいもがこんな感じで植わっています。じゃがいもも順調のような感じがしますね。こちらのじゃがいも種類が違うもんですからあれですけど、こちらは花も咲いてますし、じゃがいもがいっぱいできるといいなと思いながらやっています。自然栽培でね、じゃがいもは楽だと思いますね。植えとけばなりますから、花も咲いてきて、であとは、実ができてきたら土寄せをすることを忘れないようにするっていうだけで、じゃがいもは順調に育つと思っています。
こんな感じですね。でこちらでも、こちらの畝でもじゃがいもをいっぱい育っていますね。でここにねちょっと違う茎のあるね、これもじゃがいもですね。でここは人参です。私たち人参を作るのが下手なんですけど、人参がなんとかできてきているような感じがします。人参ですね。でビワの木、大きくなれっていう気持ちで、あとはイチジクですね。イチジクが、この一文字仕立てっていう感じで今やろうとしています。自宅の方のイチジクの方が綺麗にできてるんですよね。ちょっとこちらは成果が悪いと思いますけど、これからだと思ってますね。来年ぐらいが実が取れるような感じでこのイチジクを作っていく予定です。これもイチジク、これもですねちょっと密集しすぎてるから本来はもうちょこっと取らなあかんとは思うんですけど、これをどういう風にしていくかっていうことですね。でホウボウっていう木と、先週かな、このところにひまわりを植えました。このひまわりが去年ですね2メートル以上3メートル近くまでね伸びたねひまわりです。どういう種類のひまわりかよく分かってないんですけど、これが非常に大きくなるんじゃないかなと思って今私たちはこのような形で育っています。これが今の畑の全体像っていう形で、私たちのすぐ隣には、高校がありまして、高校の農業科があるところの近くでやってるんですが、農業科の方では基本的に、薬品を使うことを非常に推奨していますね。でね、どうしても農薬とかそういうのの知識が多いように思います。私たちはそれがいいか悪いかっていう判断は食べた時にしているような感じで、今の畑の全体像がこんな感じになっていますのでよろしくお願いいたします。これからも頑張って、自然農を続けていきたいと思っています。